ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルは、ノイズに振り回されるのも終わり、安定したデイトレード戦略になります。では早速見ていきましょう。はい、これが昨日の、トレードポイントですね。ここのヒゲくらいから、ここですね。で、なぜここがトレードポイントにしたのかっていうのをちょっと今からご説明します。はい。で、月足から見ていくと、月足は、完全にバンドウォークしているので、もう全然上ですよね。で、週足も、ここから陽線が始まっているので、上ですね。はい。で、日足は、一時的に下がってきて、で、ここまで戻ってきて、昨日はここから実体が始まるので、ここから、ここまで、みたいな流れです。はい。で、その中で4時間足は、こうやってきて、ここで N をつけて、一段上に行く、みたいなイメージですね。はい。ここの実体のとこありますよね、ここ。エクジットはこのポイントを見てたんですけど、どのポイントかというと、ここの実体のところから、陰線が始まってますよね。結構長い、大陰線が始まってますよね。なので、ここですね。ちょうどここです。はい、で、これが1時間足でいくと、ここら辺です。少しちょっとずれてるんですけど、ちょうどこのヒゲのあたりぐらいですね。ここら辺です、ここ。が、ここの赤いラインになります。はい、で、ブログにも書きましたけど、この月足、週足がトレンド出てるところって、一般的に、トレードしやすいって言われてるんですけど、それって、損切り幅が結構深く持てる、スイングトレーダーにとっては非常にやりやすいんですね。なぜかっていうと、我々デイトレーダーって、この日々のこの一本で取ってきますよね。この中で、取っていくんですよね。で、ここを見てもらうとわかるんですけど、日足自体が一時的に、週足、月足がトレンドだからといって、日足が超えて一時的に超えて落ちてきちゃった場合っていうのは、ここの一本って、デイトレーダーにとっては結構大きな、下落なんですね。週足、月足のスイングトレーダーにとっては単なるノイズなんですけど、ここ見てわかると単なるヒゲで終わっちゃうので単なるノイズなんですけど、我々デイトレーダーにとって結構、大きな、下落になってしまうわけですね。なので、週足、月足が、最強トレンドに入っている。入っていても、日足が、こうやって、陰線大きく入ってきちゃうと、デイトレーダーにとってはかなり難しい相場になってきてしまうので、あの、週足、月足が、最強トレンドだからといって、デイトレードでは、簡単にトレードできるかっていうとそういうことにならないですね。比較的簡単になるのは、週足、月足、プラス日足が、トレンドに入ってるっていうところは結構やりやすいですよね。例えばこういう環境とかですね。はい、週足、月足だけだと、結構深い戻りがあって、大怪我してしまうので、やっぱり週足、月足だけだとちょっとデイトレーダーにとってはやりにくい環境ですね。で、そんな中で、デイトレも全然できる環境が出てくるんで、そこを見つけながら、トレードしていくっていうことになります。で、今回ここずっと狙ってたんですけど、ここでなぜ狙ったかわかりますかね。それってですね、まず第一に、ここです。ここ。ここのラインを境にして、上が上段なんですね。で、下が、下段になります。でもう一段下で、ここがこうで、
さらに、こうですね。ちょっと四角がずれちゃいましたけど、大体同じこの縦幅ですよね。で、この流れできてて、ちょうどこの一段上に行ったところですね。一番上段に入ってきた、ここのポイントです。で、それが現れるのが、ここのラインが、ここら辺なんですね。はい、で、ここの部分は4時間足だとちょっと見にくいんですけど、ここのところを、ちょっと1時間足拡大すると、こんな感じになってるんですね。ちょっと色変えますか。ここの部分ですね。ここの部分を見るとこんな感じなんですね。で、ここを分析すると、ここが上段で、ここが下段になってますよね。ということはですね、いつもの普遍の波が出てきますよね、ここから。ここで崩れて、下段に行って、上段に、中心線に、上段に上がる中心線に行って、ここから、こうですよね。はい、で、そこが抜けると、ここまで行く。で、今回は、そもそも4時間足のゴールがここだったんですね。ということは、ここっていうのはここなんですよ。ここなんですね。ということは、こっから波が出てしまった場合、これ15分足で拡大すると、こっからトレンドが生まれてるんですね。で、こっからトレンドが生まれちゃってるってことは、ここでは止まらず、4時間足の波のここまで行く。なぜかというと、これ、こう、4時間足の、N が出るんですよね。なんで4時間足の波なんですよ。これをより大きく見るとこうですね。こんな感じの。はい。いつもの4時間足で言うと、あれですね。カップソーサーですね。はい、で、このコーヒーカップみたいなところの、この持つところで取って、持つところですね。そこが出るので、ここからこうですね。はい。カップハンドルですね。カップハンドル、正式に。はい。というところになります。なので、ここからここを狙ったとですね。で、まあ、こんな感じで、私が波が見えるところって、全部波が見えてるんではなくて、ある形が出ると波が見えてくるんですね。で、そのある形っていうのが、まあ、これです。トレンドがあって、上段、下段ができて、そこを、上がってきて、この上段に入ってきたところの中心線からの、ところですね。そうすると、ここが見えてる、上段下段が見えてくると、トレンドラインがあって、その割れの上段下段が出てくると、私のもうこの脳内で、波が見えてくるんですよ。そうすると、ここだなっていうところが見えてきて、で、そういったところっていうのは、15分足とかで見ると、こっからスタートになってるわけですね。インジケーターをもし入れてるのであれば、ここから初めて、この MA ですか。MA がこうやって上がっていくっていうイメージになります。つまり、ここのインジケーターが、こうやって上がっていくイメージになります。インジケーターファーストで見ると、いろんなところで、こうやって上がってくるところがあると思うんですけど、私は別にインジケーターファーストじゃなくて、別にインジケーターは、そんなに見てないので、基本的には流れですね。で、流れのところで、じゃあエントリーしましょうっていうところで、エントリーすると、結果的に、綺麗にこうなってました。インジケーターが後で追ってきましたっていうことになってるので、インジケーターがこういうふうに傾くからエントリーとかしないですよ。インジケーターがこうなるようなところでエントリーすると、インジケーターがこうやって下がってきてしまうっていうところもたくさんある、いわゆる生足です。なので、インジケーターファーストでの、エントリーポイントは見つけないですね。まず流れがあって、流れが見えてきたときに、波が読めたなっていう感じになって、で、その時にエントリーすると、
後追いで、こうやってインジケーターが綺麗にこうやって上がっていくみたいなイメージになっています。はい、なので、インジケーターありきの人とやっぱり全然ちょっと違ってて、まずは、流れを見ながら、入っていく。で、そういうところっていうのは、えある現象が起こってて、例えば、月足とか週足とか日足とかが全部陽線、陽線、売りの場合、買いの場合ね、ロングの場合は、全部こうやって、陽線になってるところに当たったりとかするわけですね。なので、まずは、この流れをちゃんと理解しない限りは、読み解けないです。はい、読み解けない。このブログ自体は読み解けないです。で、その流れを理解して、読み解くと、もう一度、このブログを見てもらうと、あ、なるほどなっていうのが多分腑に落ちると思うんですね。はい。なので、まずその流れを、理解しましょう。はい。今日説明したいことは以上になります。